いうことでね、お邪魔しまはい、あーす。ずき先輩に来ていただきました。やったうおー、リオーナ36時間まであともう少し。ー、あと2時間頑張って頑張ってるますか、本当にやったー。お邪魔します。こあずきあずきでーす。ありがとうございます。いただいたマシュマロを読んでいきたいと思います。はい、皆食べようさん食べもぐもぐ。もしホロライブに入ってなかったら今何をしてると思いますか？いきなりぶっそう、込むじゃん。いきなりぶっこんでる、いきなりぶっこんでるんですけど、ちょっとこういう話ってさ、配信でしたりする？いやないかな、あんまり。ない。あずきも全然多分話したことなくて、いやでもあずきは結構ずっとインターネットには住んでて、そう、なるほど、インターネットの住民ではあってでもホロライブに入ってなかったらってことは、入ってなかったら、まあ、別の職業についてるっていうことだよね。そうですね、今じゃないそれどんな職業についているかだろうかみたいな。もしホロライブがなかった場合どんなものになりたいと思ってたかとかでもいいかみたいな、ああ、どんなものになりたいか。でもですね、あずきはこのインターネットの世界はもともと歌ってみたとかの文化がすごい好きで、まあそれを結構見てたのもあったし、やってみたいなみたいなのもあったりして、結構音楽からこう入っていきつつも、もともと声優さんになりたかったんですよ。そうなんですね。絶対なれる。そうなんです。いや声優もね、狭きもんですから。まあまあそういうイメージもありますけど、でもそう、声優さんになりたくて、それこそ水木奈々さんとか、なるほど、田村ゆかりさんとか、あずきの人生を狂わせたというとあれなんですけど、いい意味で狂わせたアニメがありまして、そう魔法少女リリカルナノハって言うんですけど、見たことないです。そう、そのアニメを見てから声優さんかっこいいなみたいな憧れを持ち、なるほど。それと一緒になんかやっぱ歌もずっと好きで、音楽が好きで、なんかそういうことやれたらいいなみたいな。なるほど。でもやっぱあずき先輩の歌声、声ももちろんですけど、歌声聞くたびにこれがそういうなんて声を使う人の仕事の歌かっていろんなさ、でも方向性、なんかホロライブを見てるといろんなさ、やっぱ声なんかみんな個性あってすごいなって。まあ確かにホロライブにはたくさんね、声がすごい特徴的だったりする人集まってますけど、いやでもあずき先輩は透明感っていう意味ではやっぱっていつもなりますけどね、りょうな。嬉しい。そうめっちゃ自分声がやっぱコンプレックスなんで。リオナさん、そんなことないですよ。ホロライブに来てしまったら自分の声のパンピー感に驚いてしまって、マジで喉どうにかちょっとピョロって削ったりしたら変わんねえかなって思うぐらい。ピョロって変えないで。やっぱホロライブはそういうメンバー多いかなとは思いますけどね。いやでもね、声優さんとかそれこそ歌手とかって、狭い気もんじゃないですか。そうですね。だからホロライブに入ってなかったら普通に、働いていたと思います。社会人として企業とかに、なるほどなるほど。そうでもそれは同じかも。そう、リオナはどう？そう、リオナもやっぱその工業系の学校に行ってたんで。いやそうだよね。そうなんですよ、インターンとかまで行ってたんで、なんかこういうなんか音楽をする仕事をしてなかったらもう普通に電気系の会社、電力会社とかでそれはさ技術職って感じ？そうですね、エンジニアさんになるのかな。作業着とか着て、そう親友とかも今電柱登って作業してたりしてるから。すごいあれだ、電気工事士。そうですねそうですね、資格が必要な仕事ですよね。そういうのにでもともと興味があったってこと？いやなんか中学生の時に選ぶんじゃないですか、その高校の学科を。
その時に手に職あった方がいいなと思って。でも大事だね。そうなんです。プログラミングやりたかったんですけど、自分の行った学科が電気情報なのに、電気のことしか教えてくれない学科で、本当じゃプログラミングとかもやりたかったんだ。本当はそっち情報系やりたかったんですけど、そうなんだ。そうなんです。電気ばっかりだったんで、そっちしかわかんねえしなみたいな感じで、そっちの友達ってもみんなそっちに行ったかなみたいな。いやでもそれでいくと、小豆もなんかやっぱ手に職だと思って、なんかこれちょっと今まで話したことないんですけど、いいんですか、初出ししてもらって。教員免許を取っておこうと思って。似合いすぎる。なんで？似合いすぎる。そう、教員免許は取るとこまで取ったけど先生になっていません。やだ。待って、あずき先輩の授業受けたすぎてやばい。いやでもあずき教員免許取るにあたっては、教育実習に行かないといけないんですよ。そうですよね、そうですよね。で教育実習行った時1ヶ月ねやんなきゃいけないんだけど、小学校6年生を1ヶ月担当することになって、いや小学校6年生大変。ガキンチョでしたやっぱ。男の子は、やんちゃな子とかもいるし、でも女の子が結構ませてたりとかして、思春期だ。そう、思春期みたいな。なるほどな。めちゃくちゃ大変かつ小学生の先生って全科目やらなきゃいけないんですよ。音楽とか専門的な教科は別の先生だけど、一通りさ国語算数、そっか、理科とか以外は。理科もか？そう、理科もなんだ。そう、そう考えるとめちゃくちゃ大変で、間近でそのさ学校の先生のもとでいろんな指導を受けたんですけど、確かに先生今本当になんかさ気づかなかったけど、小学校の先生本当に大変な仕事だなと思って。確かにそうですね。一番なんかこう思春期でもなんか暴れるというか、なんかそんな感じですもんね。喧嘩とかもそう、なんか言うことちょっと聞かなくなってくるというか、先生になるって生半可な気持ちじゃ絶対にできないってなって、ちょっと先生の道は閉ざされたんですけど、いやでもかなり人生経験的にはめっちゃいい、すごい大事だ。あずき先生になっていた世界線。やだ、ちょっと待って、なんかちょっとなんて言ったらいいんだろう。すごい興奮する。一言で興奮はおかしい。一言で言ったら多分みんな同じ気持ちだと思うんですけど、なんかあんまりこういう言い方あれかなって思うんですけど、普通シンプルに興奮するんですけど、でもやっぱ興奮しないで。でもなんか私があずき先輩と話す時に、なんかこう道を正すしとか、なんて言うんだろう、相談した時にちゃんと客観的な意見が返ってくるイメージが強くて、そうですか。相談したくなるんですよ、めちゃくちゃ。嬉しい。でもだから先生とかになったらめっちゃ客観的に論理的に諭してくれそうでいいって思いました。嬉しいですね。でもなんかその時もなんか小学校6年女の子からなんか、そのなんか先生と仲良くなりたいみたいな、なんかお手紙とかをもらって、最後なんかその1ヶ月いるから、そうですよね。そうやっていく時に、先生とまた連絡取りたいですって言ってくれた女の子がいて、めっちゃ聞きましたね。それはたまらんっすね。そう。小学校の女の子からもらえるのもなんかより嬉しいのあったけど、でもね一クラス30、40人のやっぱ見るのは大変。確かにかなり大変だな。なんか自分が小学生の時なんて何も思ってなかったけどさ。思ってなかった。そっか、そんなに大変なんだ。いや大変だったらなんかさ、調理実習とかがあってさ、なんか男子がふざけて、油をなんか跳ねちゃってやけどするみたいな、怖いすぎる、もうやめてみたいな。もうそれだってね、怪我させちゃったりしたら責任もねかかってくるし、もう本当に怖い。怖っ。もうこの社会で先生をやっている皆さんを尊敬します。確かに今度個人的になんか授業お願いします。いやでも結構大変なんですよ。学習指導要領みたいなのがあって、それに沿ってその1時間の何をするかみたいなさ、考えて、でやっぱさ、前日にさ、準備とかもして帰れるの夜みたいな、なんか遅くみたいな。大変
すぎってなってました。マジか。それで教えてくださってる教師の皆様には本当に大感謝ですね。いやでもさ、経験値だと思いましたね。でもいろいろ聞けてよかった。めっちゃいい話だったよこれは絶対に。どうしようかな。いっぱい10個ぐらい持ってきたんですけど、今年3年で絶対に達成したい目標を一つだけあげるならというお題でございます。結構さ短くはないよね。3年。そうですね、3年意外とすぐなのかなこれ。だって理